第1章日常を引き裂くブレーキ音。拓也は友人との待ち合わせのため、愛用のクロスバイクを漕いでいた。イヤホンからは、お気に入りのバンドの軽快なリズムが流れていたが、もちろん音量は、周囲の音が十分に聞こえる程度に絞ってある。駅前の大通り、いつも通り慣れたその交差点で、青信号が点滅を始めた。拓也は自転車のスピードを緩め、歩行者用信号が青であることを確認しながら、ゆっくりと横断歩道の上に自転車を進めた。その瞬間だった。鼓膜を引き裂くような金属的なブレーキ音。拓也が反射的に左を向くと、そこには赤信号を完全に無視して交差点に突入してきたシルバーの古いセダンが迫っていた。時間がスローモーションになる。ぶつかる。拓也は死を覚悟した。とっさにハンドルを右に切り、全体重をかけてペダルを逆回転させる。クロスバイクはバランスを崩し、拓也は危うくアスファルトに叩きつけられそうになる。ゴーという風圧。セダンは拓也の自転車の前輪からわずか数十センチの距離を猛スピードでかすめていった。拓也は恐怖で全身が凍りつき、ペダルを踏み外してその場に片足をついた。心臓が肋骨を突き破るのではないかというほど激しく鼓動している。呆然と見送る先で、そのセダンはあろうことか縁石に乗り上げそうになりながらも全く速度を落とす気配がない。一瞬だけ見えた運転席。ハンドルを握っていたのは真っ白な髪の明らかに高齢と思われる男性ドライバーだった。その横顔は自分が今何をしでかしたのか全く分かっていないかのように無表情だった。車は次の信号も無視するような勢いであっという間に雑踏の中へと消えていった。拓也は荒い呼吸を繰り返しながらその場に立ち尽くすしかなかった。第2章最初の訴えと冷たい現実。マジで死ぬかと思った。駅前のカフェ。待ち合わせ相手の友人健太に事の次第を話すと、拓也はまだ震えの収まらない手でアイスコーヒーのグラスを握りしめた。災難だったな。てかその交差点、俺のおかんも最近危ない車が多いって言ってたわ。健太も人事とは思えないという表情でうなずく。だよな。しかも運転してたのどう見ても80歳は超えてそうなじいさんだった。赤信号乱無視だぜ。あんなの野放しにしてたら絶対いつかでかい事故を起こすって。拓也は自分自身の恐怖よりもあのドライバーがこのまま運転を続けることへの強い危機感を覚えていた。なあ健太、ちょっと付き合ってくれ。近くの交番に一応届け出ておきたい。おお、いいぜ。ナンバーとかを覚えてるのか？多分健太も協力してくれ。さっきの車種とナンバーの数字。2人は記憶を突き合わせ、なんとか車種とナンバープレートの情報をメモに書き出す。カフェを出た拓也と健太は駅前の交番へと向かった。すみません、ちょっとご相談が。交番の中には中年の警察官が1人、あくびを噛み殺しながら事務作業をしているところだった。拓也は先ほどの恐怖を抑えながら交差点での出来事とメモした車の情報を必死に説明する。しかし警察官の反応は拓也の想像とはかけ離れたものだった。はいはい、シルバーのセダンね。で、ナンバーがと。警察官は面倒くさそうにメモを取りながら気のない返事をする。それで、拓也くん、君は怪我したの？いえ、怪我はギリギリ避けたんで。でも一歩間違ってたら。そっか、まあ事故になってないんでね。警察官はペンを置くと椅子に深くもたれかかった。一応そのナンバーの車パトロール中に見かけたら注意はしておきますけど、でも現行犯じゃないとこっちも強くは言えないんだよね。そんな明らかに危険運転だったんですよ。拓也が食い下がると警察官ははいはい分かったからとあからさまに話を打ち切るような態度を見せた。気持ちはわかるけどこっちも忙しいんでね。じゃあ気をつけて帰って。交番を出た拓也は怒りと無力感で拳を握りしめた。なんだよあの態度。まあ警察なんてそんなもんじゃね。事件にならなきゃ動かないってか。健太が慰めるように拓也の肩を叩く。拓也は冷たい現実を突きつけられた気がした。このままではいつか誰かがあの暴走老人の犠牲になる。その焦燥感が拓也の胸に重くのしかかった。第3章消えない恐怖と第2の遭遇。あの日以来
拓也はすっかり臆病になっていた。自転車で走るときはもちろん、道を歩いているときでさえ、交差点に差し掛かるたびに、あのシルバーのセダンが視界の端をよぎるような気がして、何度も左右を確認してしまう。以前はリラックスできる時間だった通学路が、今や緊張を強いるストレスの場に変わってしまった。そんな日々が数日続いた。ある日の夕方、拓也は、コンビニでのアルバイトを終え、自転車で帰宅の途についていた。日はとっぷりと暮れ、商店街の細い路地は仕事帰りの人々や自転車で抜け道として使う人たちでそれなりに混雑している。その路地はもちろん一方通行だ。拓也が角を曲がり、その路地に入った瞬間、目の前に眩しいヘッドライトが飛び込んできた。は？なんで前から車が？拓也は慌てて急ブレーキをかけ、歩道ギリギリに車体を寄せる。前から来た車はクラクションを短く鳴らしながら拓也のすぐ横をすり抜けていく。危ねえな、逆走じゃねえか。拓也が怒りに任せてその車を睨みつける。そして息を飲んだ。すれ違いざまに見えたその車体、見慣れたシルバーの古いセダン。運転席にはあの時と同じ無表情な高齢ドライバーの横顔があった。あのじいさん。拓也は恐怖よりも先にカッと頭に血が上るのを感じた。拓也が慌てて歩道に逃げなければ今度こそ確実に正面衝突していたにもかかわらず、ドライバーは一方通行を逆走しているという自覚すらないのか、あるいは自転車が避けて当然とでも思っているのか。拓也に気づいた様子すらなく、むしろ邪魔だと言わんばかりに再び短いクラクションを鳴らしながら通り過ぎていった。ふざけるな、何も反省してないじゃないか。拓也の怒りは頂点に達した。警察は動かない。ドライバー本人には罪の意識も反省もまるでない。この街はまるで時限爆弾を抱えたままだ。もう俺がやるしかない。拓也は走り去るセダンのテールランプを睨みつけながら固く決意した。第4章ドラレコアプリという武器。警察が動かないなら動かせるだけの証拠をつかむしかない。拓也はそう決意し、自室のパソコンに向かった。危険運転証拠通報警察を動かす方法。思いつく限りのキーワードを打ち込み、ネットの海をさまよう。すると、ある Q&A サイトの書き込みが目に留まった。煽り運転の証拠を警察に提出したら、後日、相手が検挙されました。ドラレコは最強です。ドラレコ。拓也の家には車はなく、もちろんドライブレコーダーなど持っていない。自転車用のドラレコとかあるのか？さらに検索を続けると、拓也はある一つの武器の存在に行き着いた。スマートフォンドライブレコーダーアプリ。それはスマートフォンのカメラとセンサーを使い、ドライブレコーダーとして機能させるアプリだった。衝撃を感知して自動で録画を保護する機能や GPS と連動して走行ルートを記録する機能まで備わっている。これだ。これなら自転車や徒歩の時でもあの危険な瞬間に遭遇したらすぐに録画できる。拓也はすぐにそのアプリを自分のスマートフォンにインストールした。さらに翌日には家電量販店に走り、自転車のハンドルにスマートフォンを強固に固定できるホルダーを購入した。待ってろよ、暴走じいさん。拓也は自転車のハンドルにホルダーを取り付け、スマホをセットする。次こそは絶対にあんたの危険運転の証拠をつかんで言い逃れさせない。その日から拓也のパトロールが始まった。大学の行き帰り、アルバイトへの道中、彼は常にドラレコアプリを起動させ、録画状態にして自転車を走らせるようになった。それは恐怖からの逃避ではなく、恐怖に立ち向かうための拓也なりの戦いの始まりだった。第5章決定的瞬間の記録。それから数日後、拓也の執念がついに最悪の瞬間を捉えることになる。その日、拓也はあの忌まわしい交差点で信号待ちをしていた。もちろんハンドルに固定されたスマホはドラレコアプリが起動し、前方を録画し続けている。拓也の視界の右端から見慣れたシルバーのセダンがまたしても猛スピードで接近してくるのが見えた。拓也側の信号はとっくに青に変わっている。当然セダン側の信号は赤だ。まさかまた突っ込む気か？拓也は即座にドラレコアプリの録画ボタンをタップし、確実に録画が作動していることを確認した。セダンは赤信号に変わったにもかかわらず、全く減速する気配がない。それどころか、まるで信号など存在しないかのように交差点に突入してきた。
その時、拓也の左側から横断歩道を渡り始めていた1台のベビーカーがいた。若い母親が幼い子供を乗せたベビーカーを押しながら青信号を確認して渡り始めた。まさにその瞬間だった。危ない。拓也が叫んだ。セダンはそのベビーカーのわずか1メートル手前を轟音とともに通過していった。キャー。母親は恐怖でその場にへたり込み、腰を抜かしてしまった。ベビーカーに乗っていた幼い子供は何が起きたかわからず、ただただ火がついたように泣き叫んでいる。拓也はセダンが走り去るのをただ見送るしかなかった。怒りを通り越し、全身の血が逆流するような感覚に襲われる。ドライバーはまたしてもこちらを振り返ることもなく、猛スピードで走り去っていった。拓也は震える手でスマホの録画停止ボタンを押した。彼のスマートフォンには高齢ドライバーの悪質極まりない危険運転の瞬間が車のナンバープレートとともに鮮明に克明に記録されていた。許さない。絶対にあんたを野放しにはしない。拓ワイナリは泣きじゃくる子供をあやす母親に駆け寄りながらスマートフォンの録画データを強く握りしめた。第6章専門家という希望の光。これはもう単なる交通違反じゃない。殺人未遂だ。自室に戻った拓也はパソコンに動画データを取り込み、何度もその瞬間を見返した。赤信号を無視するシルバーのセダン。恐怖に歪む母親の顔。あと1秒。あと数十センチずれていたら、間違いなく母子は車にはねられていた。この動かぬ証拠をどうすればいい？また交番に持って行っても事故になってないからと適当にあしらわれるだけではないのか？警察そのものへの不信感が拓也の行動を鈍らせる。そうだ、法律の専門家に相談してみよう。拓也はネットで危険運転弁護士無料相談と検索した。幸いにも翌週、市が主催する無料法律相談会が開催されることを知る。拓也は震える手で電話をかけ、予約を取り付けた。数日後、拓也は市民会館の一室で初老の穏やかそうな弁護士と向き合っていた。こんにちは。今日はどのようなご相談で？これを見てください。拓也は持参したノートパソコンを開き、弁護士にあの日の動画を見せた。最初は穏やかだった弁護士の表情が映像が進むにつれて険しくなっていく。セダンがベビーカーの目前を通過する瞬間、弁護士はうわと短いうめき声を漏らした。これはひどい。映像を見終えた弁護士は深刻な表情で拓也を見た。佐藤くん、君は本当に危ないところだったし、お母さんと赤ちゃんはまさに九死に一生を得たという状況だ。そして弁護士は強い口調で告げた。この運転はもしお母さんや赤ちゃんにぶつかって怪我をさせていたら準危険運転致傷罪という非常に重い罪に問われる可能性のある極めて悪質な運転です。初めて聞く法律用語に拓也は戸惑う。信号をことさらに無視し、重大な危険を生じさせる速度で運転する行為などが該当します。この映像はまさにその危険な運転の動かぬ証拠になります。拓也の心に希望の光が差し込んだ。自分の行動は間違っていなかった。第7章警察を動かす情報提供書。この映像は警察を動かす強力な武器になります。弁護士は拓也の目をまっすぐに見ていった。しかし、ただこの映像を交番に持っていくだけでは、また注意だけで終わらされてしまうかもしれません。彼らは事故が起きないとなかなか事件として扱いたがらない傾向がありますから。じゃあ、どうすれば？拓也が不安げに尋ねると、弁護士は力強くうなずいた。これは、地域住民の命に関わる差し迫った事件として捜査を促すべきです。そのために、この映像の価値を最大限に高める情報提供書を作成しましょう。弁護士は、拓也に具体的な行動をアドバイスし始めた。まず、君がこれまでに目撃したドライバーの危険行為をすべて時系列で詳細に書き出すんです。時系列ですか？そうです。最初に君が引かれそうになった赤信号無視、次に遭遇した一方通行逆走、そして今回のベビーカーの目前を通過した赤信号無視による歩行者妨害。これらをいつ、どこで、どのように目撃したのか詳細に記録します。拓也は弁護士の指導を受けながら必死に記憶を呼び起こし、パソコンに打ち込んでいく。いいですね。その調子です。弁護士は
拓也が作成した文書に目を通し、法的な観点から体裁を整えていく。そして、この情報提供書と動画データを入れた USB メモリを交番ではなく、管轄の警察署本体の交通課に直接提出しなさい。交通課ですか？地域の安全を脅かす悪質な危険運転ドライバーについて、証拠とともに情報提供に来ましたと、堂々と言えばいい。これだけの証拠と、詳細な報告書があれば、彼らも動かざるを得ません。弁護士は、拓也の肩をポンと叩いた。君一人の問題じゃない。地域全体の安全の問題として、警察に捜査を要請するんです。君の勇気は、必ず報われるはずですよ。拓也は、完成した情報提供書を握りしめ、深く頭を下げた。第8章動かぬ証拠と、動き出した警察。翌日、拓也は大学の講義を終えると、その足で管轄の警察署へと向かった。交番とは比べ物にならない、厳かな雰囲気の建物に、少しだけ気をされる。だが、リュックサックの中の USB メモリと情報提供書が、拓也に勇気を与えてくれた。受付で事情を話し、交通課の窓口に通される。対応してくれたのは、40代ほどの精悍な顔つきの警察官だった。危険運転の情報提供ですか？担当官は少しいぶかしげな表情で拓也を見た。また事故じゃないんでしょ？と言われるのではないか。拓也の心にあの交番での冷たい対応がよみがえる。これを見てください。拓也はお守りのように握りしめていた情報提供書と USB メモリを差し出した。これまでに同じ車に何度も危険な目に遭わされています。そしてこれが決定的な証拠映像です。担当官は無言で情報提供書に目を通し、次に USB メモリを自身のパソコンに接続した。再生された映像。最初はただの自転車の車載映像だと思っていた担当官の顔が、シルバーのセダンが交差点に突入した瞬間、明らかに変わった。そしてベビーカーの目前を通過するシーン。担当官はこれはと息をのみ、何度もその瞬間を巻き戻して確認している。ひどい。これは極めて悪質ですね。映像を見終えた担当官は、先ほどのいぶかしげな表情から一転、厳しい捜査官の顔になっていた。佐藤くん、よくこの証拠を提出してくれた。これは単なる交通違反として見過ごせるレベルじゃない。拓也は、安堵と興奮で声が震えるのを抑えながら告げた。昨日、弁護士の先生にも相談しました。これは、準危険運転致傷罪にあたる可能性もある、と、その言葉を聞いた担当官は、きくりと眉を動かし、拓也をまっすぐに見つめ直した。承知しました。弁護士にも相談済み、とのことですね。彼は力強くうなずいた。この情報提供書と映像は、交通課で正式にお預かりします。直ちに捜査に着手し、必ず厳正に対処します。よく、通報してくれた。拓也は、警察署を出た瞬間、全身の力が抜けるのを感じた。ようやく、あの冷たい機械のようだった組織が、一人の人間として、市民の声に耳を傾けてくれた。ようやく、あの暴走ドライバーを止めることができるかもしれない。第9章暴走ドライバーの呆れた言い分と、崩れ落ちる虚勢。拓也からの情報提供を受け、警察の捜査は迅速に進んだ。ナンバープレートから、シルバーのセダンの所有者は、すぐに特定された。運転していたのは、矢島隆夫、82歳。この道数十年のベテランドライバーを自称する男だった。数日後、矢島の自宅を交通課の捜査員が訪れた。警察ですが、矢島さんですね。最近の運転について、いくつかお伺いしたいことがありまして、矢島は、突然の警察の訪問に、一瞬驚いたものの、すぐに不機嫌そうな顔をあらわにした。運転。わしの運転がどうかしたのかね。わしはもう、この道60年のベテランだぞ。ゴールド免許だ。先日、この車で、駅前の交差点を赤信号で通過しませんでしたか？ベビーカーが渡っていたんですが、捜査員の冷静な問いかけに、矢島はカッとなったように声を荒げた。知らん。そんなことは覚えとらん。最近の若造は、運転が下手なくせに、すぐに人のせいにする。わしが赤信号で突っ込むわけがなかろうが、わしを疑うのか。失礼な。自分の運転技術に絶対の自信を持つ矢島は、一切非を認めようとしない。
それどころか、自分を疑う警察官に逆ギレする始末だ。認知機能の低下を指摘されても、わしはまだボケとらん。と激しく抵抗する。捜査員は、矢島の醜い自己弁護を黙って聞いていたが、やがて、静かにタブレット端末を取り出した。矢島さん、では、これを見ていただけますか。タブレットに映し出されたのは、拓也が撮影した、あの日のドラレコ映像だった。なんだこれは。矢島は、自分の車が映っていることに戸惑う。そして、映像は、問題の交差点へ。矢島のセダンが、赤信号を無視して、交差点に突入し、ベビーカーの目前を猛スピードで走り抜けていく。矢島の顔から、血の気が引いていくのが分かった。何度も巻き戻される。決定的な瞬間。そこには、ベビーカーに気づく様子もなく、無表情で、前だけを見て運転する。紛れもない自分自身の姿が映し出されていた。嘘だ。わしは、こんな、さっきまでの威勢はどこへやら。矢島は、動かぬ証拠の前に、ガタガタと震え始めた。覚えとらんこんなこと。しかし、これはあなたの運転ですね。捜査員の冷徹な一言に、矢島はもはや何の反論もできず、その場に崩れ落ちるようにソファに沈み込んだ。彼が長年築き上げてきた、ベテランドライバーという虚勢とプライドが、たった一つの映像によって、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた瞬間だった。第10章取り戻した日常と、守られた命。それから1週間後、拓也のスマートフォンに、警察署の交通課から着信があった。佐藤くんか、先日、情報提供してもらった件だが、担当官の落ち着いた声が、矢島の処遇を告げた。矢島は、拓也が提出した映像と、これまでの情報提供書に基づき、複数の悪質な道路交通法違反で、厳重に検挙された。そして、矢島本人だが、担当官によれば、矢島は、あの映像を見て、ようやく自身の運転の危険性を認識したようだった。警察と駆けつけた家族からの強い説得を受け、ついに運転免許を自主返納することに同意したという。そうですか。よかった。拓也は心の底から安堵した。佐藤くん、君の勇気ある行動と的確な証拠の提出がなければ、我々もここまで強くは動けなかった。いつか起きるはずだった悲惨な事故を、君が未然に防いだんだ。本当に。ありがとう。拓也は、すぐに無料相談でお世話になった弁護士にも電話で報告した。そうか。ついに免許返納に。よかった。本当によかった。弁護士は自分のことのように喜んでくれた。君が諦めずに証拠を集め、正しい手順を踏んで行動した結果だ。弁護士として、そして一市民として、君の勇気を誇りに思うよ。その日の帰り道、拓也は、あの交差点で自転車を止めた。信号が青に変わり、横断歩道を渡っていく人々、ベビーカーを押す母親、小学生の列、杖をついたお年寄り、もう、あのシルバーのセダンが、この平和な日常を引き裂きに現れることはない。拓也は、自分の小さな行動が、この街の誰かの未来を守ったのかもしれないと、静かな誇りを感じていた。彼は、青信号を確認すると、ペダルを強く踏み込み、日常の中へと漕ぎ出していった。法律 Tips コーナー。今回のエピソード、いかがでしたか？主人公の拓也くんの勇気ある行動が大きな事故を未然に防ぎました。今日のポイントになった法律知識を簡単におさらいしましょう。1、危険運転の証拠としてのドライブレコーダー。今回の最大の功労者は、なんといってもドラレコアプリの映像でした。煽り運転や危険運転に遭遇した際、ドライブレコーダーの映像は、警察の捜査や裁判において、客観的な状況を証明する非常に強力な証拠となります。事故になっていないからと警察が動きにくい場合でも、今回のように悪質性が高い映像があれば、事件として捜査を開始する大きなきっかけになります。2、悪質な運転への重い罰則妨害運転罪と準危険運転致死傷罪、煽り運転は妨害運転罪として厳しい処罰の対象となります。さらに、今回のケースのように、信号をことさらに無視したり、通行禁止道路を危険な速度で走行したりして、人を死傷させた場合、準危険運転致死傷罪という非常に重い罪に問われる可能性があります。これらは、単なる交通違反ではなく、重大な犯罪であるという認識が重要です。3、
警察への的確な情報提供、緊急性のない危険運転の目撃情報は110番ではなく、警察相談専用電話9110や最寄りの警察署の交通課に相談するのが適切です。その際、今回の拓也くんのように、いつ、どこで、どんな車が、どのような危険運転をしていたかを映像や写真、詳細なメモとともに情報提供することで、警察も捜査に動きやすくなります。4、高齢者ドライバーと免許返納。ご家族など身近な高齢ドライバーの運転に不安を感じた場合、本人と話し合うことが重要です。運転免許の自主返納を進めるほか、警察や運転免許センターには運転適正相談の窓口も設けられています。事故を起こしてからでは遅いのです。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や警察相談専用電話9110、国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。